オーストラリアの田舎町で大木に正面衝突して一生歩くことができない車椅子ユーザーになってから14年が経ちました。これまで普通の人には経験できない苦しみを味わってきたけど、今となってはその苦難があったからこそ今の幸せがあると思ってます。人それぞれの人生があって、苦しみとか悲しみとか喜びみたいなのは大きい小さいで測ることはできないと思いますが、でも本当に今は幸せだなって思えてます。むしろあの時車で大木に正面衝突して首を折って障害者になってよかったなって。ただ今思い返すと、事故ってすぐの時期っていうのは本当に大変でした。自由に動いていた体が目が覚めると全く動かなくなってて、しかも触られても何も感じません。こんな体でどうやって生きていけばいいんだって毎日朝も夜も考えてしまって眠れずに、夜は睡眠導入剤を使ってやっとで眠りにつく感じでした。そんな状態から少しずつ本当に1ミリずつ自分の操作方法を覚えていくって感じでした。事故ってすぐの時は肺も思うように動かなくて、自分で呼吸すらできなかったけど、だんだんとできるようになりました。ご飯を誰かに食べさせてもらっていたのが自分で食べれるようになったり、着替えを自分でできなかったのができるようになったり、ペットボトルの蓋を開けれるようになったり、シャワーを自分で浴びれるようになって、付き添いがいないと外出できなかったのができるようになったり、一人で買い物に行けるようになって、そして友人と飲みに行けるようにもなりました。この14年間で日々自分でできることが増えていって、その度に喜びを感じることができました。普通の人には当たり前のことだけど、僕にとっては何もかもがチャレンジで、それを乗り越えるたびに幸せを感じることができました。それって、その感じている幸せって、あの時事故って障害者になって車椅子ユーザーにならなければ味わえなかったものだと思います。だから普通の人とは違う喜びを感じることができている自分は幸せだなって思えるわけです。普通の人には当たり前のことでも当たり前のことをできる幸せを感じています。だけど14年前に事故って味わった当時の絶望感っていうのは計り知れなくて、今後経験することはないんじゃないかなって思います。人生何があるかはわからないですが、本当に絶望感が半端なくて、動かない自分の体が嫌で嫌すぎて、幽体離脱のような奇妙な経験もしました。23歳の時に事故ったんですが、それまでに抱いていた夢や希望、将来こうなりたいとか、こういうことをしたいとかがいきなり一瞬のうちに打ち砕かれて、それはすぐ切り替えれるわけはないし、夢であってほしいとか思うわけです。いきなり何も知らない別の世界に放り込まれて、どうやって今後進んでいけばいいのかわからないっていうのは当たり前で、とにかく目の前にあるやるべきことをこなして過ごしていくっていう日々でした。だからそれと比べると今の日常での困難っていうのが変に思えるというか、笑えるというか、可愛いもんだなって思えるわけです。それに車椅子ユーザーになっていろんないいことがありました。例えば知らない人に声をかけられることが多くなったことです。お手伝いしましょうかという感じでよく声をかけられます。そういうのは素直に嬉しいし、心がほっこりします。それを受け取ったことで自分も他の人に優しく接することができるようになります。それから自分が車椅子ユーザーという個性を持ったことで、社会の多様性が深く理解できるようにもなりました。人は違って当たり前で、右利きの人もいれば左利きの人もいるし、外国人もいるし、生まれてから今まで全く同じ人生を送ってきた人なんて一人もいません。考え方だって人それぞれです。そう思えるようになれば、意見の衝突とかがあったとしても、相手を思いやることができるようになるし、イライラすることやストレスが減るんじゃないかなって思ってます。それに車椅子ユーザーになって物理的に目線が低くなると、今まで見ることのできなかった景色を見ることができます。代表的なのが人のお尻がよく見えるということです。目線がちょうどそのあたりなので、どうしても視界に入ってきてしまいます。それで綺麗な女性の方の形のいいお尻に巡り合ったときは、ああ生きててよかったなって思えるわけです。
健常者よりも近い位置で僕らは眺めることができるわけで、これって14年前に事故って車椅子ユーザーにならなければ見ることができなかった眺めです。だから障害者になって車椅子ユーザーになって本当に良かったなって思っています。ありがとう。